皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今、東京の新小岩駅にいます。今日は日本語散歩 Vlog です。これから駅の近くの公園に行きたいと思います。まだ公園には着いてないんですけど、公園に行く途中にも桜の木があります。綺麗。駐輪場が多いですね。迷惑駐輪はやめましょうと書いてあります。スモーキングエリア、最近タバコを吸える場所が本当に減っていると思います。あ、ここだ、桜咲いてる。公園に着きました。まだ桜が咲いています。皆さんにお見せします。綺麗。まだ咲いてますね。あとあっちもすごいよ、見て。結構桜の木が多いですね。自動販売機があります。水、麦茶、お茶、紅茶などがあります。今皆さんはどれが飲みたいですか？スポーツドリンクもあります。こんな感じです。今日は4月6日です。私は今日東京で会議があったので、東京で仕事をしてからこの新小岩というところに来てみました。ちなみに新小岩も東京にあります。東京のここは葛飾区です。私は今回新宿駅から来ました。新宿駅からだいたい30分くらいで新小岩に来ることができます。あ、滑り台がある。目の前に見えるのが滑り台です。ここにはブランコはないかな。でもあっちの方、桜の花びらが舞ってる。綺麗。お花見してる人もいますね。今日は4月6日なんですけど、最高気温が確か東京は22度、23度だったと思います。今まで寒かったりちょっと暖かかったりを繰り返してきたんですけど、20度超えるのは本当に体がきついですね。何を着ればいいのか分かりません。服ね、私今日、会議だったのでジャケットを着ていますけど、本当に暑かったり寒かったりすると何を着ればいいのか本当に困ります。本当に綺麗。待って、スカイツリーが見える。そうだよね、ここ近いですからね。こんな感じです。ちなみに新小岩駅から私が今いる新小岩公園までは歩いて5分くらいです。駅から本当に近い公園です。ちょっと川の方に行ってみたいと思います。もっとスカイツリーが綺麗に見えると思うので、ちょっと行ってみましょう。多分あそこが出口になっていると思うので、あっちまで行ってみます。そこに公衆電話がありますね。この前ニュースを見ていたら、公衆電話についてやっていました。最近の若い人は公衆電話の使い方がわからないそうです。私くらいの年代の人からすると結構びっくりします。でもそうだよね。今みんなスマホを持っているのが当たり前だから使えないっていうのは、納得できます。使わないですよね、普段ね。そう。でも前も紹介したんだけど、日本で地震とか災害があった時に本当に公衆電話は役立ちます。私以前の動画で公衆電話を紹介したことがあります。そしたらいろんな人からこんな古いものがまだあるんですかってびっくりされました。そうだよね。国によってはもう全然ないっていうところもあると思います。でも日本に住んでいる人がいたら、ぜひ公衆電話の使い方は覚えておいた方がいいと思います。
例えばあんまりないけどスマホも通信障害で電話ができないっていう時は公衆電話ではかけられる場合もあります。だから普段は使わないと思うけど、知っておくと役に立つことはあると思います。以前の私の動画で公衆電話のかけ方について皆さんにシェアしたことがあるので、ぜひその動画を見てください。そのコメントを見て思ったんだけど、皆さんにとって古いものは悪いものですかね。その公衆電話の動画の時にこんな古いものみたいなコメントがすごくあってびっくりしました。確かにね、古いものかもしれないんだけど、古いイコール悪いではないと思うんですよね。これは私の個人的な意見なので、皆さんとね、意見は違うかもしれないけど、私はちょっとそう思いました。皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。この道を行くと多分川の方に出ると思うので、ちょっと行ってみます。スカイツリーが見えてきました。でもこの高速道路があるから多分もっと向こうまで行かないと綺麗に見えないですね、多分。でもここはお散歩するのにちょうどいいんじゃないですかね。今電車が通りました。こんな感じなんだね。ちょっと橋渡ってみましょうか。平井大橋という名前の橋です。川です。あ、また電車通ってる。あれは総武線ですね。お、スカイツリーがもうすぐ綺麗に見えました。さらにまっすぐ行くこともできるんですけど、ちょっとこっちに行ってみましょう。ここはね、車やバイクは進入禁止です。入ることができません。めっちゃいいじゃないですか。いいね。そこに川があって、もう少しね、先まで行けます。ちょっと今日時間がないので、あっちまでは行かないんですけど、あっちから撮った方がスカイツリーはもっと綺麗に見えると思います。でも十分だよね。そして私が今渡ってきた橋はこっちです。ここまっすぐ進んで向かっていくと新小岩駅に着きます。で、あそこが私がさっきいた公園です。新小岩公園という公園です。もう少し歩いてみますね。ここに何かあります。海まで6キロと書いてあります。そう、この川は荒川です。荒川。自転車で来てる人が多いですね。確かに自転車でこういうところ走ったらすごく気持ちがいいですよね。また総武線が通っています。待って、こっちから降りれるじゃん。もうちょっとこっちの方に行ってみますね。皆さん、スカイツリー綺麗に見えましたよ。こっちまで来るとだいぶ綺麗に見えます。そこ花も咲いてますね。春だからね。ここに風がちょっと強い。ここにちょうど地図があるので見てみましょう。はい、川の名前が書いてあります。こっちが中川で、こっちが荒川です。荒川はとても長い川です。私がさっきいたのが新小岩公園で、ここが新小岩駅です。こんな感じになっています。あ、お手洗いもあるんですね。そしてこっちにもね、案内があります。
あ、1キロも歩いてきたんだ。人が少ないから撮影しやすくていいですね。やっぱり人がたくさんいるとモザイクかけなきゃいけないので編集が大変なんです。だから私はわざとこういう人がいないところに来て撮影する方が好きです。あとやっぱ静かな場所が好きなので、こういうところにねもっと行きたいなと思っています。あ、スカイツリー見えました。今日は、ちょっと暑いですね。長袖だと少し暑いかなっていう感じです。でも4月でこれだから、これから5月とか6月になるのがちょっと怖いですね。去年の夏は本当に暑かったので、特に8月ね、家から外に出るのが本当に嫌でした。で、昼間が一番暑いですよね。でも去年はもう朝も夜も暑かったです。なるべく外に出ないっていう生活を去年はしていました。いやー、でも今年どうかな。暑くなりそうですね、今年も。あ、タンポポが咲いてる。はい、タンポポです。皆さんの国にもありますか？コメントで教えてください。はい、今日は新小岩駅の近くを散歩する動画でした。スカイツリーも見えてよかったです。皆さんも日本で散歩してみたい場所があったら、ぜひコメントで教えてください。そしてこういうね、私が適当に喋ってる動画も見てくれて本当にありがとうございます。やっぱり台本を考えて撮影しなきゃいけない動画になるとちょっと時間もかかるので、あまりね最近撮影できてないんですけど、こういう動画だったら気軽に撮れるので、これからももし時間があったら見てもらえると嬉しいです。では、今日はここまでにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。